仕事そのものが命の道じゃないね。ね、自分が生きていくための道じゃないね。それを苦にしてやってたら、そら給料も増えんし、何もできんし、人からも評価も何もないよ。やっぱり自分が楽しくその仕事を携わってるから、人が見ても、ああそこはそういうのが絵やら字やら全部出るもんね。もともとこうあれですか、もう家業としてずっとやってました。家業もう創業で130年超えたろうな、超えとるね。あ、じゃあもう先代よりもっと前。はい、じいさんの先々代から。明治維新以後この地に来て、だから明治19年20年ぐらいかな。37、今年38年目になるんかな。で元は土木の現場を走ってまいりよったよね。でも親父が目が見えなくなって、もう終わりかねって言うから、ほんならもう帰ろうかねって言って。で帰ってきてやって、親父はもうほとんど何も教えてくれないままですぐ倒れちゃったから。でもそこはかよの子やね。もう匂いから、あ、これは親父がしおる時に手伝ったあの時の匂いだ。特にこの海苔をね、これがもう寝る時に、あの匂いだ、あの時の匂いだって思い出す。そうするともう一気にお父さんやってる経験とか見つつのやってみて、ここ難しいなって分かんないなみたいなポイントって何かありました？これどうやっていくんだろうみたいな。ないね。結構もうじゃあ見てる記憶がなんとなくあったんですか？それで仕事が仕事の要領やり方を教えてくれる。今は完璧にしてるつもりでおるんだけども、もうちょっと効率いい方法はないだろうか、ここの塗り絵はどうなんだろうかということで、ああいう写真を撮って振り返るために撮ってるんですよ。そうしていったらもう難しいことは何もないね。見せようか。はい。おお。こういう状態のやつが、この茶色っぽいところが防染剤ののりですね。色が乗らないところ。はい、乗らないところ。じゃあ白になると。そうです。これで図柄が全て表現されるんですよ。染料というのは水ですから、止めどもなく流れていきますから。はい、こういうのってこう手書きで。そうですね。この大文字も全部手。ちょっとこう絵描く才能がないとできないですね、絶対。いや、そんなもん慣れます下絵に1日、のりおきに2日ですね、こっちとこっちで。で3日目で生地を立って湯通しして、それが1日かかる。だから4日目かね。何日間ぐらいで仕上がりですか？大体1週間ぐらい。1週間ぐらい。こうやって貼ってるんだ、はい、これのびこと書いて紳士と読みます。この道具の名前がね。これでも昔からこういうやり方してますよね。そうです。洗い張りをするの、そこにもいろいろサイズがこうありますでしょ。こうやってきちんと手でやったものの仕上がりと、印刷でパッてやったやつでこう何かこうやっぱ味わいとかも違うと思うんですけど、手ですると絶対に綺麗な直線は引けません。綺麗なカーブは引けません。でもそこに曲がりまっすぐな線が引けますから、どことなくこう歪んだ線なんだけども味わいというか楽しいというかもしれない。それと染料ののりが違います。もうそもそもやり方が違いますもんね。はい、印刷ですから極端に言えばいくら油まで出たにしても表面に乗っただけですよね。でないともうだんだん乾いてきますから、そう染料はハケにつけてどっぷりつけますので、もう置いた段階ですぐ裏までスッと染料が抜けてしまいますから、もう色かさが違ってくる。やっぱビヨーンって伸びますね、もうだから。そうですね。こういう状態。
こういうの失敗したらいける。どんぐらい？ねじ入れる。はい、その後一気にもう上げてください。ぐーっと、はい。指先まで入れといて、はい1分間それで約1分間。それグリーン色だろ。はい。今の色見とってください。あ、すげえ色が変わってる、やっぱり。おお。技術をこうどうしていきたいかとかっていうのはなんか考えとしてありますか？もうまあ福岡幸いかは分からんけども、うちに家取さんはおらんのですよ。だからもう僕の代で一応終わる形にはなっていくんですけども、まあどこぞの誰それがまあ船山旗やらこういう手作りの染め物商品を作りたいと思うんであれば、それはそれで大いにここにを使ってもらえばいいし、この工場を。やっぱりもう世界中探してものり棒線で図柄を表現していくっていうのはないから、できたらやっぱり次の代も次の代も残していく。それでかつ必ずある仕事ですから。でこれはもうほとんど全体がコンピューターではないフリーハンドでしますので、もう自分の腕一本で商品が出来上がっていきますので、それは楽しいと思いますし、実際この仕事をやってみてやっぱり染め屋っていうのは面白かったね、面白いねと今でも思ってます。だからもう楽しくてしょうがない。